皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日はやっと40日間の旅の最後の動画を編集することになりました。今回の旅はおじさんシェフの40日間東南アジア一周節約旅行と謳って、ホテルは3000円台、ドミトリーはおじさんなので泊まりたくない、陸路も疲れるので基本的に飛行機を利用するという旅にしました。実質38泊40日の旅でした。パキスタン・イスラマバードからバンコクまでのフライトは片道37,785円。バンコクのホテルは5泊して13,000円。交通費がタクシー520円と電車のスイカみたいなチケットを2000円分買いました。バンコクの後6月27日にラオスのルアンパパーンに向けてフライトしました。フライト料金は7,780円。3泊してホテル代が7,850円。あとはレンタルバイクが1,000円しました。ちなみに今映ってる動画は40日間で食べたものの動画になります。これはホテルの朝食でしたかね。今思い返してもルアンパパーンは本当に良かったなと思います。もう一度行ってみたいなって感じですね。こちらは豚肉のバーベキューみたいな料理屋さんですね。このルアンパパンビールも美味しかったなと思い出します。ルアンパパン自体は結構狭い町なので移動はほとんど徒歩で済みました。レンタルバイクを借りたのでクアンシーの滝とかそういうところに行けたのは良かったなと思います。3カ国目は6月30日にベトナムのハノイに行きました。フライト代は21,050円でした。ハノイでは中心地のホアンキエム湖付近のホテルで合計4泊して15,000円でした。少し高かったですが Wi-Fi がすごく早かったのが良かったです。この後移動するホーチミンもそうなんですが、ベトナムは料理が美味しかったなっていうイメージがあります。こちらはブンチャーって料理ですね。ハノイはベトナムの首都なので洗練された街並みの地域とフランス統治時代の古き良き街並みがとっても綺麗でした。ハノイとホーチミンでベトナムには10泊したんですが、その間グラブタクシーやバイクを使ったのは23回で料金は7,200円でした。ハノイの味付けは結構優しい味が多くて日本人にも合うかなと思います。これは焼いたブンチャーで春巻きの皮で巻いて食べるような料理です。こちらもフォーですね。こちらはローカルバスを乗り継いでいった1000年の歴史の古都ドンダム村っていうとこですね。こちらのなんかビアガーデンみたいな地ビール屋さんの軒先でおじさんたちと一緒に食べました。ここも美味しかったですね。このスペアリブの焼き物とビールをしこたま飲んでしまいました。こちらは空港のハノイ最後空港の食事でしたかね。ハノイを後にして7月4日にホーチミンに到着しました。ここも飛行機で行って料金は9,880円でした。ホーチミンは合計6泊して21,260円のホテル代です。なんか豚肉ばっか食べてるイメージがありますが、私はちょっと今パキスタンに住んでるので豚肉が食べられない国なので豚肉をこの旅ではたくさん食べました。市場で食べたこの冷やし中華みたいな麺もとっても美味しかったです。ホーチミンはハノイとは違い下町みたいな感じでわちゃ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 してるような感じでしたね。でもそれがとっても刺激的で面白かったです。料理の味付けもやはり北のハノイとは違い南のホーチミンは少しこってりとしたような味が多かった印象があります。ホ
こちらの豚肉のしゃぶしゃぶ屋さんもなかなか美味しくて、滞在中2回行ってしまいました。ホーチミンはなんか若者が多くて活気があってっていう街の印象ですね。こちらはベトナム牛のステーキ、これもローカル料理で有名です。これも美味しかったですね。そしてホーチミンの滞在の中で一番印象深い料理はこの貝焼きですね。貝焼きのお店がとても美味しかったです。そしてこれは釣り堀で食べたなんてことないチャーハンだったんですけど美味しかったですね。そして7月10日にプノンペンに入りました。ここはバスで越境しました。バス代は3120円でした。プノンペンは2泊だけだったんですが宿泊代が6800円。首都って感じでなかなか綺麗な街並みでした。そして7月12日にシェムリアップにバスで移動しました。ここはバス代が12ドル、1680円でした。ホテルはシェムリアップは4泊して13,190円でした。やはり世界的有名な観光地アンコールワットは結構観光代が高くてしっかり観光代を取られたっていう印象がありますね。アンコールワットへの入場券も1日券だと37ドルして円高なのでなんとなく高い印象です。私は2回買ってしまったので13,600円。あとレンタルバイクを1日借りてそれも1000円。あとトゥクトゥクの移動で3回乗って4200円でしたね。そうこちらの侍さんっていうラーメン居酒屋みたいなところを3回ぐらい行ってしまいました。とっても美味しかったですね。日本人の方が経営されてます。なんでかわかんないんですがシェムリアップではなんか和食店に行って結構食べてしまいました。こちらも焼き鳥屋さんですね。これは焼き鳥丼でした。そしてこちらも日本人が経営されているカンボジア牛の牛タンの専門店のお店です。ここがなかなか美味しかったですね。この牛タンが何とも言えず味わい深かったです。こちらも牛タンの焼いたやつですね。とっても美味しかったです。今いるパキスタンでは納豆もそばもなかなか食べれないので貴重な一品でした。もちろんローカルの食堂でもいっぱい食べました。だけれどもこの侍さんに何度も行ってしまうという本当に美味しかったです。ここの侍居酒屋さん、ラーメン居酒屋さんですね。そしてこちらは空港の最後の食事ですね。こちらの空港には吉野家があるということですごく楽しみに来たんですがコロナで閉店してしまったそうです。そして5カ国目はシェムリアップから飛行機でシンガポールに入りました。飛行機代は26,050円でした。もうシンガポールは本当に高くて普通のホテルは泊まれませんでした。なのでシンガポールだけはドミトリーというかカプセルホテルみたいなところに4泊して23,000円でした。こちらは有名なテンテンのシンガポールチキンライスですね。そしてこちらも有名なソンファのバクテーです。私はシンガポールに4年半住んでいたので、観光するというか昔の友達に会いに行ったという感じでしたね。こちらは家の近くにあったアダムロードホーカーセンターですね。一番よく行ったホーカーです。こちらはプラナカン料理といってシンガポールの伝統料理ですね。でこの料理がポピアという料理です。なかなか美味しい料理でした。そしてこちらが何回食べたかわからないですが私が住んでいた4年半で一番食べた料理ワンタンヌードルドライですね。おばちゃんがキュートですね。とにかくシンガポールは高かったです。
そして7月21日にバンコクに戻ってきました。飛行機代は12,000円です。バンコクは10泊してホテル代が29,150円、あとグラブを6回使って920バーツなんで4,000円ぐらいで、あとスイカみたいなのもまた4,000円ぐらいタップしました。タイには住んだことはないんですが、かれこれ15回ぐらいタイには行ってます。バンコクは特にもう買って知ったるという感じになってます。バンコクの物価も昔に比べたら結構高くなって、もう安い国っていう感じではないですが、何回行ってもいろんな発見があって面白い国だと思います。こちらのお店はボートヌードルといって、小さいラーメンを何杯もおかわりして食べるようなお店で、とっても美味しかったです。ここももう一回行きたいなって感じです。そしてバンコクは在住者も多くて、日本料理屋もいっぱいあります。焼き鳥とお酒を軽く頼んだだけなのに2,400バーツ、約1万円になりました。高いですね、バンコクは。おすすめはできます。そしてローカルフードは安くて安定の美味しさなので、ローカルフードをおすすめします。こちらのお店はアユタヤ観光に行った時に食べたお店ですね。暑かったので珍しくココナッツアイスなんかも食べてしまいました。タイ料理は私は好きなんですけれども、やっぱり辛い料理が多くて悶絶しながら食べてました。辛いけどやめられないみたいな味の料理が多かったです。こんな感じでほぼ道端で食べるようなお店が多いですね。そしてこちらは有名なおかゆ屋さんです。これは辛くないです。ここからミシュランビブグルマン4連チャンになります。そして有名なピンクのカオマンガイですね。ゴーアンカオマンガイプラトーナム、ピンクのカオマンガイ本店です。やっぱりここは大行列するだけあって本当に美味しいです。でこちらは中華街のカキオムレツと、あとこう巻いたヌードルみたいな麺料理ですね。これもなかなか美味しかったです。こちらもミシュランです。それでは今回の旅38泊40日のトータルいくらかかったかの金額です。まずはホテル代が全部で38泊して129,250円、飛行機代が合計7フライトして157,130円、その他グラブタクシーや電車など交通費が27,120円、でもカウントしてないのもあるので約3万円ぐらいですね。その他アンコールワットや口トンネル、あとサウナもいっぱい行ったので、そういう代金が26,250円、約3万円ぐらいです。そして食費は結構抑えていたんですが、やっぱり13万ぐらいしたと思います。そして合計が476,380円、約50万でした。というわけで今回の40日の旅が今日で終わります。これからバンコクのホテルチェックアウトします。なんだかんだ毎回チェックアウトするときは10分前ぐらいになってバタバタするんですが、今回もそうでしたでも楽しかったです。今回はなかなか長い旅でしたが、いろいろ料理人としてもいろんな料理を食べて勉強になりましたし、人間としてもいろんなところを観光できたりしてよかったなと思ってます。それではパキスタン帰ります。それでは本日もご視聴ありがとうございました。皆さんはこの50万円という金額が高いと思いましたか？もしよろしかったらコメント欄でお知らせください。